一旦この状態で車中泊に行って気晴らしに登山でもしながらもう内装のことをもうずーっと寝るまで考えようと思います。こっちにキッチンができるんで、車体のバランスもいい感じに左右対称になる感じです。ここは自分の書斎というか基地空間みたいな感じにしたいですね。Amazon でレジンの中では安い方だったので、こちらのレジンを20キロ購入しました。取材が15キロあって硬化剤が5キロで合計の20キロです。今回はね、剥板の真ん中にちょっとレジン入れるだけなんで多分2キロぐらいかなだと思うんですけど、こういう20キロとかで買った方がだいぶね安かったんでこちらにしました。
なレビューとか見ながら評価が高かったやつを購入しました。中華の格安のやつなんで、いろいろね不具合はあると思うんですけど、その辺もなんかうまくメンテナンスしながらやっていきたいと思います。きたー。部屋抜きは終わってるんで、早速ね暖房をつけていきます。とりあえず今冷風が出てます。お、1度ぐらい上がりましたね。もう24度ぐらいになりましたね。
123とね4つ網戸があるんで、外は暑くてもやっぱ風通りがいいんでちょっと涼しいですね。あと普通の車と違ってこの断熱もね厚み4センチのやつが天井壁床全部入ってるんで、車とかよりは比べ物にならないぐらい涼しいというか暑くないです。
はい、最後までご視聴ありがとうございます。いやー、楽しかったです。もう編集しながらね、また作った気になりました。キャンピングカーにかかった費用は59万4688円でした。トラック自体は40万円で購入したので、車込みだと99万4688円です。トータルね、100万円を目標にやってたので、ほぼほぼ計画通りです。今回は2個目のキャンピングカーということで、もうほぼ家を作ろうと思ってやったので、ところどころ結構贅沢して、内装だけで30万円近くね、かかりました。といってもね、ほぼね、板代です。このポータブル電源とか、この電源類も入れると120万円ぐらいかかりました。ただ、ありがたいことにフロア割引キャンペーンみたいなことをやってる会社もあって、こうやってね、皆さんが見てくれてるおかげで板とかも安く購入できたので、実際に僕がかかった費用は小屋とトラックとか電気類も全部込みで100万円以下に収まりました。1個目のね、キャンピングカーはとにかくお金をかけずに10万円ぐらいで作ったので、今回のキャンピングカーも節約できるところはね、もちろんあります。このサイズでも本気で節約すれば30万円とかで作れると思います。では最後に内訳もまとめていきます。土台にかかった費用は2万321円。枠組みにかかった費用は断熱も入れて2万2730円。外壁にかかった費用は板を物々交換で入手したので4万367円。安く作りたい場合はノジ板や合板仕上げなどもおすすめ。窓とドアにかかった費用は既製品の窓を2つ購入したので4万7256円。木窓とかアクリル窓だけにすればね、もう少し安くなります。後ろ側は2万4731円。この上に室外機も載せれるように最初に設計しておきました。屋根は天窓で2万円もしましたが、防水の面でどうしても既製品の天窓を使いたくてオンリュリンの屋根材にしました。全部で7万3816円。外装にかかった費用は土台や骨組みも入れて23万円で、外装部分はね2ヶ月で一気に進めました。雨とかの関係上外装は一気にやらないとダメで、この時はねもう嫌だって思うぐらい1日10時間以上作ったりしてました。苦し楽しかったです。そして内装は一番のメインなので贅沢に25万2013円。高い。普通の杉の板張りとかはね王道すぎてちょっと変えたかったので、アカシア材とレッドシダー材を使用しました。節約でやるなら合板仕上げもおすすめです。漆喰とかもありです。そしてエアコンは配管セットや道具レンタルも込みで5万5645円。 FF ヒーターは1万4690円。これはねめちゃめちゃあったかいです。灯油で燃費もいいのでね、冬でも全然長く使えます。ライト系はマリンライトなどを購入したので1万7349円。この暖色のエジソンライトはめちゃめちゃ気に入ってます。ポータブル電源は大型を積んでいるので20万円。ここはねサブバッテリーシステムとソーラーパネルも検討中です。最後に固定費用が2万5770円でした。内装と車も全部込みで99万4688円でした。約100万円です。ブログでも実際に使ったものや全部ね費用をまとめてるので、文字で見たいって方はそちらも参考にしてください。基本はね Amazon とホームセンターで購入できるものなので参考になると思います。少しずつねこだわりたい気持ちも強くなり、贅沢と節約のね戦いでした。端材を使ったりね費用を抑えられた部分もあるんですけど、なんだかんだねやっぱこの長く作り続けたんでそこそこねかかっちゃいました。実際にかかった費用はトラックとか電気とか車も全部込み込みで100万以下に収まってるので、一応ね目標達成です。工具があるから時間があるからってね結構言われたりするんですけど、僕も基本毎日やってたわけではなくて、時間がある時にほんとゆっくりね作っていったので誰でも作れると思います。工具に関してはねホームセンターでレンタルがあったり、安めの工具でもね作れる工程なのでぜひやってみてください。あとはね軽量化がねほんとすごく大変で、軽トラだと木製で作るとどうしてもね350キロ超えてしまうので、今回は1トントラックで挑戦しました。柱を4センチにして面で支えることで強度を出しつつ、軽量化もね頑張りました。この内装の板張りとかも重く見えるかもしれないですけど、ほんとね厚みの薄いレッドシダーなので合板をね全面貼るよりはね全然軽くなってます。でこのキッチンの棚とかも軽い切り材で作ってるので、ところどころ軽量化の工夫はしました。ただね木製なので込み込みで850キロ近くなっちゃいました。荷物とか入れてなんとか収まった感じです。トラックもマニュアル車なので坂道とかもね全然進めて、意外とね本当に運転しやすいです。軽トラより多分重さもある分安定して1トントラックの方がもう全然走りやすいです。重量はね近くのクリーンセンターで重さを教えてくれるのでそれで測りました。なんかね小屋をみんなで4人6人で持ち上げて体重計に乗って測ってる人もいたんですけど、軽トラの場合はいけるんですけど1トントラックだとだいぶマッチョ集めないといけないので、そういう測り方もあります。あと車屋さんとかでもね測ってくれるところもあるみたいなのでその辺もやってみてください。もっと安く作る方法とかもうここはこうしておけばよかったなとか、い
ろいろね後悔めちゃめちゃあるんで、その辺はサブチャンネルの方でゆっくりまとめていこうかなと思ってるので、そちらの方もチャンネル登録よろしくお願いします。あとブログでは写真付きでキャンピングカーの作り方と本当に全部かかった費用の内訳とか全部詳細載せてるので、こちらも参考にしてください。もし少しでも参考にして作ったよっていう方がいましたら SNS とかで写真送ってくれるとね、もうまとめてよかったなって思うのでよろしくお願いします。ということで、もうなるべくカットして高速編集にしたつもりなんですけど、 1,2 年分の工程をね動画1本にしたので、なんだかんだ長い動画になっちゃいました。ここまで最後まで見てくれてる方がもしいたら本当にありがとうございます。これであなたもキャンピングカーが作れます。近々このルームツアー動画も撮る予定なので、また覗いてください。いや今回はねもう編集にめちゃくちゃ時間がかかりました。でもね改めてキャンピングカー作りはもう本当に最高に楽しかったなと思います。では次回3号機作ってみた。